こんにちは、ガラマナチャンネルです。この動画では2023年7月放送開始の TBS ドラマ日曜劇場VIVANT第1話についてお話しします。日曜劇場VIVANTは堺雅人さんをはじめとする数多くの名俳優が出演し、半沢直樹シリーズなどを手掛けた福沢克夫さんが原作・演出を手掛ける完全オリジナルストーリードラマです。限界突破アドベンチャードラマと銘打ちつつ、その内容が放送開始までほとんど秘密裏にされていたこともあり、放送前から大変話題となりました。この動画ではそんな注目のドラマVIVANT第1話のストーリー概要と簡単な補足をお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。丸菱商事のエネルギー事業部二課課長として勤める気弱な中年社員乃木憂介は、中央アジアのバルカ共和国にある GFL 社との仕事のやり取りの中、部長の宇佐美の承認を得て部下の水上とともに契約金の14億円の送金を行ったはずが、実際に入金された金額が1桁違いの140億円の形で誤送金されたことが分かりました。送金は社内の財務部門を経由して行われますが、社内の記録では送金申請記録、送金前に行う稟議書も全て140億円の送金に書き換わっていました。乃木は監視カメラの記録から誤送金を意図的に行った犯人であると疑われ、専務の長野からも回収のプレッシャーをかけられ、同期の山本に励まされつつも、誤送金分の約130億円の回収ができない場合は懲戒解雇もやむを得ない事態に追い込まれます。乃木は急いでバルカ共和国に渡り、 GFL 社の社長アリの元を訪ねますが、アリからは誤送金分の金額は複数の会社に送金済みとして回収が困難であると言われます。しかし CIA に勤める親友サムの協力を得て、アリの発言が嘘で誤送金分含む全ての金額がダイヤモンドに変えられ、アマン建設会社の代表ザイールの元に渡っていたことが分かります。その後ザイールの元に向かう道中、現地のタクシー運転手に騙され命の危機を迎えたところを、現地住民のアディエルとその娘ジャミーンに助けられ、なんとかアマン建設会社のザイールの元にたどり着きます。なお、ここまでの一連の流れの特徴として、乃木の精神内にもう一人乃木と正反対の性格をした乃木のような人物がいて、乃木はそのもう一人の自分と会話を挟みながら話が進行していました。乃木はサムから得た証拠を示してザイールに返金を求めます。乃木の何もかもお見通しの様子を見たザイールは、乃木に対してお前がヴィヴァンかと意味深な言葉を吐き、自らが抱える秘密を守るために体に巻きつけた大量の爆弾のスイッチを入れ、大爆発を起こします。乃木は爆破の直前、ザイールが新手のテロ組織の幹部であることを知り、拠点に潜伏していた警視庁公安部の野崎守に助けられ、腕の負傷で済みました。しかしこの爆発は数多くの現地住民の死傷者を出し、乃木を心配し現場近くまで来ていたアディエルはジャミーンをかばい命を落としてしまいました。その後、この大事件の落とし前をつけなければならないバルカ警察は、乃木を爆破の犯人野崎をその仲間と認定し、乃木と野崎はバルカ警察から追われることとなります。その際、世界医療機構の医師で現地でジャミーンの主治医もしている柚木薫も乃木の仲間とされ、3人は野崎の相棒である現地人ドラムの協力を得て、現地の日本大使館への避難を試みます。優秀で執念深い現地の警察官チンギスが4人を追いかけますが、4人は知恵を働かせ、なんとかチンギスたちから逃れ、最後は巨大なトラックで現地警察を振り切り、日本大使館へ避難することができました。乃木は野崎から、乃木が全世界を巻き込む新たなテロ組織に関する事件に巻き込まれており、日本国のために乃木を保護する必要があること、今回の誤送金も誰かに仕組まれたことで自分が罪をなすりつけられていることを教えられるとともに、野崎に対して自身が CIA の人間とつながりがあり、 CIA もバルカ周辺を調べていたこと、ザイールに自分がヴィヴァンであるかと聞かれたことを伝えます。こうしてヴィヴァンはテロリストを自害に導くほどの何か大きな存在であることを匂わせながら第1話は終了しました。はい、この第1話大変迫力があり圧倒されるシーンが多い一方で、たくさんの伏線が張られる気になる内容になりましたね。それではここからは3点ほど補足をさせていただきます。乃木憂介に関する伏線。
堺雅人さん演じる乃木憂助について、キャラクター設定面だけでなく実際の行動面でも伏線のようなものが数多く描かれていました。キャラクター面では表向きには気が弱く少しダメな中年男性といった印象である一方で、時折現れる乃木の中にいるもう一つの強気な人格や幼少期の頃と思われる夢を見てうなされる姿、 CIA 所属の友人がいること、手のひらで測りのように重さがわかるといった部分です。また行動面では GFL 社のアリとの面会中、書類を落としたふりを装ってスマートフォンの電源部分をいじっていたのではないかと思われる行動や、バルカ警察から逃げる過程で馬に乗った際、乗馬の感覚を思い出してきたと発言している点などです。この不可解な点に加え、このドラマのテーマの中に敵か味方か味方か敵かといった表現もあることから、乃木の表面的な設定が視聴者を欺いており、本心では実は何か大きな狙いがあり、わざと誤送金をした可能性もあると取れます。これらを踏まえつつ今後の展開も楽しんでいきたいと思います。大使館に避難した理由。今回乃木一同はバルカ唯一の安全圏としてバルカ内の日本大使館を思いつき避難することとしました。これはどのような理由からでしょうか。大使館は国交が成立している外国に自国の大使を駐在させて公務を行う場所ですが、大使館内には外交特権という国際法上で認められた権利が発行され、その権利は大きく不可侵権と治外法権に分類されます。不可侵権は現地国籍の人間を大使館の許可なく敷地内に入れることを禁止する権利を指しており、チンギスたちは大使館の許可を得ることができないため、大使館の敷地内に入った乃木を確保することができない状態となりました。また治外法権は外国人が現地国家の法律に従わなくても良い権利を指し、バルカの法律ではなく日本の法律で裁判などを行うこととなります。ただしこの治外法権については、私が調べた範囲では外交官といった特定の役職者に適用されるとも取れましたので、もしかしたら乃木自身に治外法権は適用されないかもしれません。いずれにせよ不可侵権により現地警察の手の届かないところに保護できたという点で、当面の目的は果たせたと言えます。なお、なぜこのような特権があるかというと、例えば両国の関係が悪化し戦争状態となった場合、この特権がないと現地の大使館は敵国内にポツンと置かれた状態になり、大変危険な状況となります。このようなことから大使館や領事館といった他国に置く外交拠点を守るために特権を与え、自国の一部のような扱いとすることで円滑な外交を促進する狙いがあるのです。 CIA の役割。 CIA は一言で言うとアメリカ大統領直属のスパイ集団です。正式名称はセントラル・インテリジェンス・エージェンシーで、情報活動や情報戦のスペシャリスト集団と言われています。アメリカ国内外の情報収集や諜報活動を行っており、時には情報操作やハッキングなども駆使して敵国やテロ組織などに対抗しています。サムが人工衛星の GPS から乃木の居場所をすぐに把握できたり、銀行内の映像を盗み取ることができたのもアメリカ国家のスペシャリストによる諜報活動の能力を駆使したものだからと言えます。今回のバルカの件はこの CIA も調べていたとのことで、まさにアメリカ、日本を含む世界中を巻き込んだ形での事件に発展しそうな気配があります。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。